はい、こんにちは。雪組と申します。今回はテストサーバーでタイタンについて触ってきたので、どう強化するのが効率がいいのか検証してきた結果を紹介します。結論から言えば、まずリアクターを1回、その後はレアステータスが発現するまでひたすらガントレットを強化がいいと思います。それではその理由について解説していきます。理由の一つ目は、まず単純に最大まで強化した時のダメージの伸びがガントレットの方が良かったです。自分はこういうステータスやダメージアップの値を代入してダメージの期待値を求めるシートを使って装備を選択しているのですが、会心5羽のガントレットと炎攻撃パーセント4羽、攻撃1羽のリアクターをそれぞれ最大まで強化した時の値をこのシートに代入したら、ガントレットの方が若干ダメージの伸びが良かったです。しかし最大まで強化しても 2% ほどしか DPS は変わりませんので、タイタンによるステータスの伸びという部分に関してはあまり気にしなくてもいいと思います。もう一つの理由がメインの理由で、タイタン強化をする際に一定の確率でレアステータスを発現することがあります。このレアステータスがリアクターは防御に関するものが多くて、ガントレットは攻撃に関するものが多いので、ガントレットを強化した方が良いと思います。公式によると、レアステータスは大きな増幅効果が付与されるらしいので、このレアステータスの発現をお祈りしていくのが DPS を伸ばすという意味では一番いいと思います。ただ確率がすごい低くて、テストサーバーで30回ぐらいタイタンやったんですけど、それでもレアステータスを発現させることができなくて、実際どんな効果なのかはまだ分かっていません。なのでレアステータス発現したよって方はぜひコメントなんかで教えていただけると助かります。また初めてタイタン強化をした際に装備の基本ステータスが伸びるので、リアクターを1回だけ強化しておいた方がいいと思います。強化する素材に関しては、ガントレットは会心5羽、リアクターは属性の攻撃系が5羽しているやつを強化していくのが一番伸び幅はいいです。タイタンの基本的な仕様として、ランクアップによって伸びた数値が大きいほどそのステータスの伸び幅が良くなるという仕様がありますので、例えば会心3羽、攻撃2羽みたいな装備はあまり伸び幅は良くないです。先ほど申し上げた通り、ステータスの伸び幅による差という部分にはあまり気にしなくていいと思うので、心配する必要はないと思います。煙水晶200個消費しますが、装備更新をしたらタイタンを引き継ぐことができるので、今持っている装備にとりあえずタイタンしちゃっても大丈夫だと思います。引き継ぎをすることに伸び幅が変わるので、一応煙水晶を使って少し厳選することはできますが、ほぼ意味はないと思います。また装備を分解しても素材は半分しか返ってこないので、そこは注意してください。まだあまり情報が出揃っていないし、他の部位のタイタンがもしかしたらめちゃくちゃ強いという可能性もなくはないので、一旦素材を使わずにステイしておくのも選択肢の一つだと思います。もう一つタイタンの有用な活用法があるので、それを紹介します。それは複数属性で使い回せる防具を作れるという点です。例えばこのように属性がばらけているんですけど、氷攻撃だけ4羽したみたいな防具があるとします。これをタイタン強化すると、なんと全属性攻撃性に近い防具を作ったりすることができます。このように例えば氷攻撃が4羽したら、他の炎攻撃、雷攻撃、物理攻撃もタイタンによる伸び幅の値は4羽分となります。つまり何かしらの属性攻撃が跳ねた回数が他の属性攻撃の伸び幅にも影響しているということになります。これは属性攻撃パーセント、属性ダメージパーセント、それぞれのくくりにおいても同じことが言えます。逆に例えば属性攻撃が5羽にしても属性攻撃パーセントの伸びには影響しないので、そこは注意してください。重ねて申し上げますが、タイタン素材には限りがあり、分解しても素材が半分しか返ってこないため、どの装備をタイタンするかはよく情報を集めて慎重にやっていくのがいいと思います。また何か新しい情報が分かれば動画を出していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。